ティカラトムテーションです。今回は運用風セマリ US エクスティームアーリーバードというわけでね、今回ちょっとびっくりしたんですけど、ラッシュ GG の大会なんですけど、初戦のね、相手がシードでしていませんでして、逆にね、このエクスティームアーリーバードがね、初戦勝ち上がってきたわけなんですけど、その対戦相手がなんとストラットでね、ストラットとエクスティームアーリーバードとクイーンウォーカーズシードっていうね、4クランがね、同グループに入ってたんですけど、なんとストラットを倒してこのエクスティームのね、2軍の方がね、勝ち上がってまいりまして、すげえびっくりしたんですけど、こちらのクランとの大会になります。正直に言うとね、普通にストラット戦だと思ってね、準備してたんでね、まさかのエクスティームでちょっと、おおと思ったんですけど、はい。というわけで早速やっていきましょう。はい、というわけで早速やっていきましょう。クイーンウォーカーズ先行で、星3、51の天才ラバルですね。に、ライダーが1体入ってる。まあ、5発1発なので、まあ、基本的には真ん中マルチを打つのが基本かなとは思うんですけど、さあ、まずは突イエティですね。レイジも1発入ってるので、ここでレイジを使っていく形になりそうですが、そうですね。やはり、マルチ IT をおるような51天才から入っていきつつ、突イエティで援軍を釣りつつ、レイジをかけてるので、マルチまで、さあ、タイチクロスまでそうですね、レイジをかけた甲斐がありました。ギリギリですが、届いていって。さあ、得意の援軍処理ですが、スーパーガーゴイルの方に援軍をかけていきつつ、攻撃を吸ってい、おなるほど。瞬間的に金庫一発撃った後に、ストライカーの方に反応して撃ってもらうような感じになっていきましたね。攻撃をほぼ受ける前にタゲがリセットというか、援軍発見みたいな感じになったので、一瞬でクイーンは被弾受けることなく、この辺のストライカー処理って本当に難しいんですけど。さあ、アイゴレキングロイヤルチャンピオン3時下のね、透析クイーンの部屋に入れていきつつ、タウンホールを取るとなると、まあ、このマルチの部屋がね、削れてるので、シングル IT を無視すればかなり綺麗な L 字が作れるようなルートになってますかね。さあ、キング伸びていきつつ、これはイーグルからラバライダーとかするのかな。さあ、ラバハウンドからのライダーが、ウォーでもこっちにつけていくようですね。単品でやってって、まあ、8時9時でラバストポーンってかやるのかなと思ったんですが、ロイヤルチャンピオンもこれは延命するような意味合いもある、ウォーデンこっち採用になるかなと思います。さあ、まずはラバ1通しつつ、これはラバハウンドもね、遅れて出してったので、トムも巻き込みたい感じではあったんですけど、ウォーデンの方が完全にロイちゃんに奪われていって、ここはストライカー合わせて4体走っていって、ここで一気のトム。さあ、裏から9時の方、大量のバルーンで対空砲囲い込みつつ、ロイヤルチャンピオンを延命するようなイメージでね、ラバルとかウォーデンの付け方やってったので、ここまでロイちゃんが働いてくれました。最終地点ヘイストかけつつ裏からウィズと囲い込むような形でバルーンも入れていって、トルネアカバか、そっちか、もうシングル周りはね、多いところなんですが、フリーズ一発とウォーデン生き残っていって、しっかり囲って全開ガーサスと。さあ、アイゴレが、最初のスーサイドのアイゴレが一生壁殴ってたんですね、ここで。スーサイドもね、アイゴレほぼ使用せずねのスーサイドパートでしたが、GG。さあ、続けて。読めないズキンさん。スケルトンを置いてからのキングっぽかったんですけど、タイチクロスの時はゴリゴリにキングに入ってます。高速で出したかな、これはきっと。キングをイーグル方に入れつつ、ウッドランチャー入れていって、クイーンは流して9時の方にイメージしていく感じかな。さあ、遅れてゴーレム展開していきまして、スニゴブからのウィザードロイちゃんで9時側を見に行くような形。さあ、ウッドランチャーの方はマルチ IT かかってないんですが、さあ、9時ロイヤルチャンピオンが突っ走ってしまい、ここにもリクスケルトンを置くことで、ヒーロー、ロイヤルチャンピオンをね、守っていくようなスケルトンを置いてるんですけど、スケルトン対決になって、ロイちゃんの手も止まってますね。さあ、レイジまで打ってって、これは、どうだろう。さあ、ロケバルがキングを勝利してくれました。真ん中マルチは残ったので、
なんとかなるかもしれませんが、さあ、まずはアイスラバハウンド採用。クイーンは黒くで援軍処理していきつつ。さあ、追い出かけられましたが、ここもアイスラバハウンドのフリーズが入って、ここでオイラバ登場。エイスとかけつつトームと。さあ、大量の赤爆弾も襲われていきつつ、ヒールでこのタウンホールポイズンを回復していきますが、真ん中マルチの方、ホーミングもヒットしつつ、残りますね。さあ、そしてフリーズあるんですが、ここはクイーン処理の方にストライカーは投げてないので、クイーンに勝利されていきつつ、終点3時の方が残っていって、フリーズやらなんやらは残っていきますが、合わせることができないので、手元に残した状況でとりあえずガゴ出しと。さあ、アーチャー出しますが、アーチャータワーに捕まりつつ、逆サイドアーチャーでパーセント稼いでいくような作業。バルキリー展開からのバルーンを出していって、フリーズまでかけていくかなと思うんですが、インビジブル。アーチャータワーを折り切りつつ、ウィズ島の方も折り切って。さあ、ただ低パーセントで防衛ができそうですね。いいですら、奥まで届いていきつつ、さあ、80超えて、ストライカー出しましたが、終了 81%。さあ、続けて、ガク、インドラとベビドラとイエティということで、結構ね、ユニット豊富ですね、この辺。さあ、まずはクイヒースタート、8時、7時方面から、こちらもキングをイーグル方に誘導するようなスタートです。さあ、ウッドランチャーで真ん中マルチまで狙っていくようなイメージですね。さあ、ロイちゃん追加しつつ、ちょっと戻りかけましたが、クイーンの方は大丈夫。ものすごい量動いていって、ここでフリーズ、ちょっと投石機を外れましたが、対空砲、ヒーラー焼かれる前に先にフリーズかけることができたので、なんとか、こちらは保たれました。さあ、インビジブル使ってったことで真ん中マルチ狙ってたウッドランチャーの方が折れてしまいましたが、ロイちゃんブーメランも飛びつつ、イエティも真ん中誘導できつつ、さあ、誘導、インドラはタイチクロスに刺していきましたね。さあ、このままおそらくね、1マス空いてるのでタウンホールまで誘導していくようなイメージになると思うんですが、逆サイドキングの方でフィストかけつつ、さあ、インドラ勝てるか、スーパーガーゴイル。うおー。全然負けた。ゲージ上がるまでって結構弱いんですね。さあ、ラバーストライカー。ここ一気の初手トームかな。ヘイストまでかけつつ、トームが遅い。ヘイストに乗ってしまったので、ラバーもストライカーもトームに間に合わなかったですね。ちょっとここは、もたついてしまった。さあ、ただ、トームかかんなかったんですが、ラバーはまだ割れずに進みつつ、ただ赤爆ヒット、シングルまではなんとか突破。さあ、フリーズ2発とレイジがあるので、ここはまずクイヒーですね。クイヒーの方にレイジかけつつ、大砲を切っていって、さあ、ロイヤルチャンピオン、ここユニコーンじゃないや、オールが一生打ってますね。さあ、オールが一生打っていって、射程外からロイヤルチャンピオンを勝利していきつつ、素晴らしい。さあ、フリーズ2発余ってるので、さあ、対空砲を撃ったらもうバルーンスタートかなしていきつつ、あとは回収で時間間に合うように展開していくだけですね。フリーズ2発もあるのでね、大工のタゲもここでかわしていくのかな、どうだろう。取らない。クローク先打ちでフリーズ打ちつつ、通常ウォールブレーカーは何か罠チェックだったりで意味合いで持ってきたと思うんですが、あとやフリーズかけていきつつ終了。ガーサス。大工にかけたイメージだったのかな。さあ、対戦相手2人目。スーパーヨー。ラバからの突撃艦。これクローン2発入ってますね。ただインビジブルが1枚の、オールブレーカーからの
突イエティに、クローン2発かけてるね、これ。2発も使ったの。おー。イエティめっちゃいる。2発使ったことで、これ、おで変像まで伸びていって、めちゃくちゃ伸びてはいるけど、結構確かに壊れましたがっていう。惜しいな。もうちょい動いてくれたら。クイーンだけで、これはターンが狙うような形にはなりましたが、クローン2発だからね。トータル6枠をここに割いてるわけなので、これがどう響くかって感じですけど。呪文がフリーズにヘイストにか。呪文6枠でしょ、51天才と同じ呪文枠で突撃艦使ったってイメージか。どうなんだろうな。キング使うことでクイーンに避難が入らないような感じにしていってタウンホールの方はしっかりケアできそう。できそうと判断し、まずは逆サイドラバーハウンドのみでウォーデンつけずに展開をしていきます。タウンホールの方をしっかり黒く合わせつつ、キングの方で対空砲も取れるので、3時から少量のバルーン、ロイヤルチャンピオンもつけていって、ストライカーかけてんのかな、これ。ここで一気のトーム、ストライカーもいますね。かけていって、投石2機が残っているので、ここをどう突破するかですが、ロイちゃんがキング捕まったらちょっとだるそうですけど、フリーズヘイストを4時側かけていきつつ、どうだ？キングがなかなか反応しない位置だな、そこ。さあ、裏からバルーンベビドラ出しつつ、ロイヤルチャンピオンの射程圏内まで、もうここはためずに一気にやって、キングも隠してロイちゃん走りつつ、いや、面白いですね。クローン2発型の突イエティ。1発はたまにあるんですけど、2発までかけるのは結構勇気あるプランな気がしますね。2発か。冷静にイエティ6体だからね。多いよね。さあ、クラウス。これはポイズン2発。はい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 。前もこういうタイプの配置攻めてた気がしますが、いつだったかな ?ESL か。モバイルスナップドラゴンのズンの時に行ったのかな。結構これに近いタイプの配置があるんですけど、クラス得意の形のウッドランチャーラバルですね。イーグル越しにマルチ IT が刺さる配置が多かったんですけど、それ狙われることも多すぎたので、マルチ IT をずらしておくような配置も増えたんですが、ウッドランチャーの角度をずらせばいいということでね、ウッドランチャーの角度をずらしてくると思いますが、キング対キング、そうですね、ウッドランチャーかけていって、結構遅めに出してきましたね。早めに行くと援軍が釣れちゃうからとか、マルチ IT のタゲとか、対地とかね、いろいろもろもろあると、はいや展開。マルチ IT にウッドランチャー配列クイーンクロークでここは、外に戻りました。6時か、6時相当早いタイミングでのラバル展開で、まずはここ、ルート整備のラバルからスタートしていきつつ、援軍の方はポイズン2枚なので、クイーンでストライカー処理していって、クイーン延命の意味もあったと思いますね。クイーンが守れるような6時高速ラバルになってるので、9時いきなりタウンホールの方当たってますが、クイーンの方をインビジブルで守っていきつつ、第1クロスを追っていきます。さあ、ここタウンポイズン。結構重いんですけど、これがヒール持ってきてる理由ですよね。この HP のバルーンが、このヒールによって、タウンポイズンではやられないというところ、フルにヒールがかかったわけではないので、HP 自体はまだまだ低いんですけど、なんとかバルーンがね、生き残ってるだけでも大きなタゲ取り役にはなりますからね。そしてドラゴンライダーが、これは自前ではないので、ウッドランチャーから出てきたやつですかね。これ持ってきてないよね、ライダー。すごいな。
さあ、援軍ラバハウンドを弾け飛んでいきましたが、これはうまいですね。もうこの形をもう極めし者ですね。さあ、不安、クイヒーラバル。初代世界チャンピオンですね。おーっと、惜しい。ワンチャンこの突撃届かないもあったただバネによってこれレイジかけたんですが、対地クロスまで伸びず、いい対策だ。これはきついですね。レイジかけて、これは、確実に対地まで見てたと思うんで。まあ、あんま変わんないルートかもしんないけど。いや、これは、内側通すから結局このクロスがうざいな。切れてれば確かに楽そうではありますが。ヒーラー角度つけつつ穴開けをしていきます。HP はギリギリ。さあ、スニゴブにもレイジをかけていきつつ、これはさあ、軽くなかった。ベビドラ一撃で死にましたね、赤枠で。マジか。さあ、マルチ IT の方にクイーンが入らないんですけど、ウォールブレーカー押されていく。惜しいな。クイーンが歩いてしまったら結構きつい展開にはなったと思いますが、歩かず。ロイちゃん追加からのこれは、でもパピーによって釣られたな。リカバリーのロイヤルチャンピオンをね、マルチ IT に刺すことでヒーラーからの被弾を防ぐ形になりますが、ロイちゃんは本来ここを使わないプランだと思うんでね、2時だと思うんで、使ったとしても。さあ、タウンホール3時の方、対空砲を折るような形でヘイストをかけていきつつ、ダウン前に一気にレイジ。さあ、クイーンクロークでロイちゃんを処理していきつつ、終点ゲーミング。さあ、こことタウンホールポイズンプラストルネードがヒットするので、これは直にかかりましたね、全部のバルーンが。からの、追い打ちのようにマルチ IT が刺さっていく。オーデンも少し進めばこれは入って、ポイズンだけでもやられそうですね。さあ、タウンポイズンのみで落ちていきました。クイーンだけは生き残る形になったんですが、時間との勝負。キングも生き残ってたんだ、12時乗り越えて。さあ、ただこれ火力的には押されてしまいそうなんですが、時間の方がね、間に合わないというところで、ここで 96% 防衛。さあ、こちらの方がね、ちょっと、明星杯のね、アタック見た方わかると思うんですけど、明星杯でやったクイヒードラドラと、形が似てるんでね、配置全く一緒ではないんですけど、形が似てるので、ここは、4番手に攻めていくような形になりました。さあ、コウモリでタゲ取りつつ、これ、バルーンをしっかり奥まで出していくことで、赤枠2個、黒枠2個ヒット、結構赤枠とかも据えつつね、安全に突撃艦が刺さっていくと。ウォールブレーカー入らなかったんですけど、それはそれでね、インビジブルで誘導できるし、これでももう普通にこれクロス入るじゃんっていうのをね、見てて思ったので、必要ないですね、と。インブ1枚はクイヒ誘導用に持ってきてたので、ルート的には問題ないかなと思ってました。ベビドラカットしていきつつ、援軍をまずは寄せていって、ストライカーにフリーズ。大丈夫そうですね。イーグル砲折れてるので、固めて出しても OK です。さあ、本体パートスタート。バルーンを結構縦にしたことでね、ホーミングも釣れましたし。キングでサイドカットからのここはストライカーキングに当てつつのレイジトームで全ドラゴン守りつつ、宝石の竹だったりね、クイーンからの被弾を防いでいきつつ、
オールブレーカーね、このエリクサータンクつけたつもりだったんですけど、こっち側回ってきちゃいましたね。ここから出してそっち行くんかと思ったんですけど。対1クロスシングル IT ウォーデンゾンのタゲ取りのところね、陸スケルトンを置いてあげつつ、ボムターンに巻き込まれないスケルトンの位置っていうのが、いいんじゃないかなと思いつつ。さあ、フィストで合流して、これはね、一気に走ってもらうんですが、トルネード。ただ、このトルネードはね、ドラゴンの方もロイヤルチャンピオンの方もヒットせず、打ち進んでいって、さあ、最終価格フリーズとレイジとインビジブルが一発ずつあるので、投石だったり、ロイちゃんだったりを随時固めてあげてのフィニッシュです。さあ、クイーンクロック。さあ、ロイヤルチャンピオン、ブーミランでアーチャーターに攻撃を先に入れつつ、これで回収していって、前回 GG と、インビジブルも結局余りましたね。いろんなものの予備だったので、良かったかな。さあ、相手4人目かな、これが。クイヒーラバル。ジャンプ入りのクイヒーラバルという形。12時側からクイヒースタートです。ちょっとだけ触ったんですけど、3時のね、今のアタックもそうなんですけど、最近ね、ミョジョハイの時も言ったんだけど、コウモリ一発を使うタイプの攻めが非常に良くて、シンプルにスケルトンインビジブルっていう戦術でね、コウモリ一発をマルチ IT とかに刺してインビジブルで囲って、壊していくっていう使い方が、一般的な、一発型の使い方かなと思うんですけど、今回使ったようにタゲ取りで使われるっていうのもね、結構ね、特にヨーロッパの方で流行ってる戦術の一つなんですけど、戦術っていうかテクニックだね。テクニックの一つなんですけど、対空砲って攻撃力高いんですけど、コウモリとかに対するとね、無駄打ちが多いじゃないですか。オーバーキルをね、繰り返して数には弱いんで、ね、そういうところに投石とかウィツトがあると意味ないんですけど、今みたいな環境で、タウンホールがね、カウントツがしやすくなるっていうところでコウモリを刺したりだとか、イーグル砲周りにね、出して、対空砲のタゲ取って、ドラゴンライダー生かしていくみたいな使い方ね、すごい流行ってるので、おしゃれなコウモリ一発使い方、使ってみてくださいっていうところなんですけど、今回クイラバウォーデンつけてきましたね。いきなり。陽気なウォーデンが、真夏モードでやってまいりました。さあ、キングとロイヤルチャンピオンも使って、これジャンプで全合流ってことかな。さあ、クイーンとロイヤルチャンピオン、ウォーデンは合流して、ここやば、クロークではなくトームを使っていく判断。これはいい判断ですね。ただその分ストライカー遅れてしまったので、さあ出していきつつ、さあキングの方には入りつつ、キングの方はキングの方で穴開けしてるんですけど、これはキングに釣られて、こっち6時切りたいってイメージがあったと思うんですけど、戻っていきました。さようなら。さあ、ここで中心レイジギリギリにかけてロイヤルチャンピオンも守っていくイメージ、フリーズまでかけてストライカーでロイヤルチャンピオンを刺していくうちになぜかキングは元の位置に戻っていく。それは強い。さあ、ラバルパート。フリーズまでかけていく。だとしたらそんなにいらなかったんじゃないかなってところはあるんだけど。キング外周削ってライダー1体とかでも強かったかもしれないね、ここ。さあ、いつの間にかクイーンが消えてました。見てた時ちょっと実況が追いつけませんでした。はい。さあ、呪文はたくさんありますね。浅めにレイジを置きつつ、投石フリーズ固めていくことでバルーンを投石機の方にね、誘導しつつ、さあ、すべての防衛施設はこれで折り切れそう。ウォーデンがヒーラースイッチ、ユニコーンまで携えて、ゴリゴリ働いてるんですけど、これはギリギリ間に合わず 99%。リコーデン型も面白いですね。さあ、カズマくん、ラスト。もう勝ちは決まってるんですが、パーフェクトかけたアタックになります。クイヒーラバルにホグが1体ということで、シューターですね。さあ、シューター投げ込んでいきつつ、3時下からスタートと。このクイヒールとめちゃくちゃわかるよね。ホグライダーをクロスの方に投げていって、シューターのための罠解除みたいなイメージかな。さあ、下側穴を開けて、イーグル砲の方へクイーンを誘導していきます。外周部、バルーン切りつつ、ホーミングチェックのバルーンも入れていきつつ、逆サイドイエティウィザードまで追加して、
さあ、どこまで狙ってるんだ？対空砲まで入れてくれって感じかな。うわ、綺麗に切りましたね。そうなるとガーゴイル1体とかでね、大砲まで拾いちゃうあたり。細かな切り方してますね。そうですね、ガゴ投げ込んできました。さあ、危ない。ギリギリですが、ロイヤルチャンピオン処理していきつつ、援軍とこれキングも重なるので、フリーズとポイズンかけて、キングにもポイズンかかればね、良かったんですが、ちょっとストライカーもね、2体しか持ってきてないというところで、キング用のものも持ってきてなかったので、ここはクロークを使っていく判断。下側からキングを展開していって、スニングオブサイドカットで投石の方までの誘導見てますが、クイーンもクイーンで穴開け見てるんじゃないかな、ここは。集体がめちゃくちゃ働いてる。さあ、ホーミングヒットしてしまいましたが、ここは穴開け1回目。あ、もう1枚しかないのか。シンプルなあれだった。対空砲を切ったことで、ここの裏にあるトルネード解除しに行くような形ですかね。そのためだけにイエティを使ったと思うんで、さあ、ここラバハウンドで、しっかり解除をしていきつつ、トーム。さあ、ここでね、トルネに捕まらないっていうのが、この最初のイエティカットの意味合いなんですけど、まあ、とはいえやっぱタウンポイズンが強いので、ヘイストかけていても少し落ちてしまいました。まあ、トルネがあったらむしろ全滅ってイメージだったね。さあ、ロイヤルチャンピオンが後からここでね、合流していって、クイーンの方も真ん中ギリギリですが HP 耐えていって、シューターから出てきたドラゴンライダーが間に合いましてのフィニッシュと、うまい。まあ、よく言うんですけど、タウンラバル型はね、兵器かロイヤルチャンピオンを最終区画に残さないときついですよっていうところ、クイヒラバル。今回はね、タウンラバルのところのタウンのところもね、イエティを使うことで対空砲の位置を変えて、ラバハウンドの位置を強制していったりとか、まあ、シンプルにロイヤルチャンピオンがね、最終区画に用意されていたっていうところもあって、まあ、タウンホールをラバルでする形でもケアがされてるので、しっかり取り切る形になりましたね。まあ、それ以上に集体の働きがね、エグかったんで、本当にタウンだけ刈り取るようなラバルプラスっていうところで、細かな工夫が入ってた感じですね。さあ、ラストアタック、全体のラストアタックですね。さあ、ホーミングチェック入れつつ、シューター型。ホグも1体使っていきまして、アナチェック、セーフ。ホーミングヒット。キングにはストライカー当てない。ここは2発しか持ってきてない。オールブレーカー投げてこい。さあ、ここは援軍を見てクロークを使っていく判断。フリーズは間に合わない。レイジ間に合わない。結構不穏な罠がヒットしてる。対空砲。惜しい。うまい。それはうまい。V ヒー誘った感じになってますかね。ヒーラー全滅。さあ、そして、ラバル始めた起点のところもね、一瞬でラバが弾けたり、テスラがあったことでバルーンも結構落ちてますね。さあ、タウンホールの方届きましたが、ここにはトルネード、フリーズかけていきますが、これはトルネもタウンポイズンまっしぐらで、撃つしかないと思う、撃たされていく。さあ、ヘイステで駆け抜けていくような形をとって、延命を図りますが、タウンポイズンの残りがとイーグル砲まで飛んでくる。シューターの方はね、頑張ってるんですけど、クイヒーの方がね、ガンガンにホーミングと赤枠を食らいまくって、ヒーラーが速攻で死にまして。本来クイーンで見てたはずのところがね、クイヒーが全く伸びずというところでした。対空砲も2本残るような展開ですね。さあ、援軍から出てきたのはドラバルですが、ここもホーミングヒット。いや、これ素晴らしい防衛ですね。きっちり。狙った攻めが、狙ったようなトラップに引っかかってった感じじゃないでしょうか。さあ、オーデンゾームソ。怒られていく。84%。はい。というわけで今回は、クイーンオカズ VS エクスティームアリーバード15対11というところでね、パーフェクト勝利です。はい。
そうですね。シンプルにね、防衛も攻撃も良かったねっていう試合だったんじゃないかなって思うんですけど、防衛も特に刺さってたイメージかな。元世界チャンピオンのね、不安が対戦相手にいたりとか、そもそもこの対戦相手の1個前の相手がストラットっていうところでね、ストラットに14対14のパーセント勝ちで勝ち上がってきてるんですよね。その辺のところをね、今回の配置は、各々が用意した配置で、罠とかいろいろいじくりつつっていうイメージだったので、普段大会用で使うような配置ではないんですけど、結構守れてよかったですね。大事なことは何度もたくさん言った方がいいっていう風にね、感じですので、クーヒーラバルだと、タウンホールをね、ウォーデンで取るようなタウンラバルするんだったら、最終区画絶対残るような配置ならば、兵器か、ロイヤルチャンピオン残しておく必要があったりとか、僕のアタックでも紹介したんですけど、コウモリ一発型の竹取りっていうのがすごい流行ってるので、ぜひね、皆さん狙えるところとかね、その辺考えれるところあればやってみてください。というわけで今回はこんな感じだと思います。チャンネル登録お願いします。また次の話をしよう。さよなら。